皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言が行われているわけですが、これの延長というものを安倍総理が表明しています。一方で、専門家会議は、日本においては感染爆発は今のところ発生しておらず、なおかつ感染のピークが過ぎたかもしれないという報告を行っています。今回はそのことについて触れていきましょう。なお、この感染のピークが超えたかもしれないという科学的な裏付けとして言われているのが、実効再生産数という数を見ていくことによってこれがわかると言われています。この数値というものは、感染者1人に対してその人が一体何人に移すかということです。1.5 であるとか2であるとか3であるとかそういった数値であれば1人の人が2人に移す。その2人の人がまたそれぞれ2人ずつ移すといった具合にしてどんどんと感染者数が増加することになります。この数値が多ければ多いほど、そしてその期間が長ければ長いほど感染爆発へとつながっていきます。一方でこの数値が1を下回っているということは感染者数がだんだんと減っていくことになります。専門家会議はこの実効再生産数の低下によって日本の感染のピークが過ぎたという判断をしたようです。それでは専門家会議では一体どのような話がされているか見ていきましょう。専門家会議が提言、地域の状況に応じた対策必要。新型コロナウイルスの対策について話し合う政府の専門家会議が1日、新たな提言を出し、地域での感染の状況に応じた対策が必要だとする考え方を示しました。感染の状況が厳しい地域では、徹底した行動変容の要請が求められる一方で、新たな感染者の数が限定的となった地域では、再び感染が拡大するのを防ぐ体制を整えた上で、対策の強度を一定程度緩められるとしています。専門家会議は全国の感染状況について、先月10日頃には1日あたりの感染者の数が700人近くに上っていたものの、最近は200人程度の日が増えていて、新たな感染者の数が減少傾向に転じていることが伺われるとして、緊急事態宣言や一般の人たちの協力を含めた対策の成果が現れ始めているのは確かだと考えられるとしました。一方で、減少のスピードは緩やかで、これまで求められてきた人との接触の8割削減については、地域や年齢層によって達成の状況にばらつきがあるとしています。さらに、人工呼吸器が必要な重症患者が多く出ていて、入院が長期化し、人数が減少しにくいため、医療現場の逼迫した状況は緩やかにしか解消されないとしています。その上で、地域での感染の状況に応じた対策が必要だとする考え方を示し、感染の状況が厳しい地域では、新たな感染者の数が一定水準まで下がるまでは、徹底した行動変容の要請が求められるとしています。その一方で、新たな感染者の数が限定的となった地域では、対策の強度を一定程度緩められるとしました。徹底した行動変容の要請を維持するか緩和するかの判断は、必要な PCR などの検査が迅速に実施でき、感染が一定範囲に抑えられていることや、医療提供体制が確保できることを踏まえるとしています。こうした上で、専門家会議は、対策を一定程度緩められるようになった地域でも、再度の蔓延が起きないよう、長丁場の対応を前提とした新しい生活様式の定着が求められるとしています。具体的には、いわゆる3つの密を徹底的に避けるとともに、手洗いや人との距離を取る対応を続けることや、全国的で大規模なイベントは感染リスクへの対応が整わない場合は、中止や延期することを含めて、主催者による慎重な対応を求めることが必要になるとしています。さらに、外出自粛によるメンタルヘルスへの影響や家庭内暴力、倒産や失業、それに感染者や医療従事者に対する差別や風評被害など様々な課題に対応するため、適切な支援が提供されるよう必要な措置を講じていくべきだとしています。感染爆発が発生しておらず、なおかつ新規の感染者数の増加についても鈍化傾向にある。これは非常に良いことです。このこと自体は世界からもいずれは称賛されることになるでしょう。何しろこれほど多くの人口を掲げていて、人口密集地も非常に多い日本です。その日本において、世界の他の国と比べて明らかに致死率などは低い状態を保ったままなのです。ただしこの評価というのはあくまでもこのままうまくいけばという前提です。
そのため安倍総理が緊急事態宣言を延長するとしたのもある程度仕方ない面があります。なぜならば確かに感染者数の増加ペースは収まってきたものの、だからといってこれが毎日のように1桁台になったのかといえば当然そのようなことはありません。日本全国ではないにしても、ある一定の地域においてはまだ感染者数の増加というものが見られており、これが時差をもって病院に打撃を与えています。なぜならば新型コロナウイルスの感染者というものは入院期間が非常に長い傾向にあります。一度入院して人工呼吸器を使うようになった場合、2週間から3週間といった形で長期入院を強いられることになります。ですから、新しい患者数が減ってきたとはいえ、まだまだ入院している人も多い状態ですから、このまま緊急事態宣言を続けて、もっともっとこの感染者数の低下というものを図っていこうと考えたのだと思われます。このこと自体は感染症対策としては有効であり、これことを規定することはできません。問題なのはこれに伴う経済問題です。いわば収束に向かっている方向性は見えたのだからもっと早く経済活動を再開させるべきだという論が非常に強まる可能性があります。実際アメリカなどにおいてはまだまだ非常に多くの死者が出ているにもかかわらず経済活動を再開せよという声が強まっています。日本についても同様で感染者数の増加というものが見られない地域においても、この緊急事態宣言というものがかけられて、自粛要請がかけられているのは納得できないという人たちも多いのです。そのようなことに対して政府はどうやって対応すればよいでしょうか。その答えは簡単です。現在の体制というものがあくまでも戦時体制だという危機感を持ってお金を出すしかありません。これは平時においては非常に批判されるようなばらまき政策を行うべきという話です。しかし現在はそのようなばらまき政策を行わないと日本人の多くの人々が生活に困窮してしまうという非常事態なのです。つい先日補正予算案が可決されようやく執行の段階になりました。ですが私はこの緊急事態宣言が延長されたよということを受けてさらに補正予算を打つべきだと考えています。つい先日補正予算が通ったばかりじゃないかといったところで満足していては私は非常に日本経済にとって大きな打撃を与える話だと思います。感染症対策をしっかりとするということに対しては一方で同時に経済対策を行うこの両輪をしっかりと回さなければ日本人にとって安心安全な生活というものを保つことは難しいでしょう。皆さんはこのニュースについてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。ここで一つ話を一区切りして少し BCG の話についてしようと思います。私はもしもこのまま日本がこの新型コロナウイルスを抑え切った状態で乗り切ることができれば日本の奇跡とも呼ばれるような非常に良い成績だったと思います。これはあくまでも結果論であって政府がうまくやったかどうかというのは少し別の話です。私のチャンネルの動画においてもなんでもっと早く何々しないのといったそうした政府への批判的な話というものは何回か行っていました。政府の対応が素早かったですねといったような話はほとんどした記憶がありません。ですが、一歩二歩遅れたとしても一応はやっていたということは一応評価はしたいと思います。問題なのはそこではありません。むしろ日本人が非常に高い意識を持って多くの人々が衛生管理に取り組んだ、そして自粛要請に応えたいといったことが今回の日本の奇跡とも呼ばれるような死亡者数の少なさといったものにつながったことは疑いようがありません。しかし世の中にはいやいや日本人が頑張ったんじゃないよ、BCG があったから日本は守られているんだよという学説も登場しています。この件については私も以前の動画にしたのですが、この BCG 説についても少し振り返ってみましょう。まず第一に BCG の接種を義務付けていない国においては非常に新型コロナウイルスによる被害が甚大です。これは欧米を見ればそうです。一方で BCG を打ったからといって全ての国が守られているのかといえばそういったわけではありません。その一つの例としてロシアを挙げましょう。ロシアは初期の頃においては中国との国境を閉ざしました。それによって中国から入ってくる人々を大幅に減らすことによって水際対策に成功し、感染者数の増加というものがほとんど見られないような時期がずっと続いていました。ところが、欧米において感染爆発が発生した際に、残念ながらヨーロッパに対しての水際防御というものが遅れてしまいました。そのため、モスクワを中心にして感染爆発が発生しています。その結果何が起こったでしょうか。ロシアは BCG の接種国であるにもかかわらず、感染者数が世界8位です。
現在感染者数は10万人を超え、死者の数は1000人を超えました。ロシアの人口は 1.5 億人、日本が 1.3 億人だと考えれば、同じような人口において3倍の死者数が出ていると考えることができます。ただしここで注意点があるのは、同じ BCG であっても株が違うという話があります。日本には日本株、ロシアにはロシア株、その中身については微妙に違うのです。同じような例をもう一つ挙げましょう。ブラジルなども BCG の接種国です。しかし、現在ブラジルの感染者数は8万5000人、死者の数は5000人に上っています。こちらの BCG についてもブラジル株といったものが使われているようなのですが、ちょっとその詳細はわかりませんでした。少なくとも日本株とは違うものです。そして、ブラジルの場合はこうした BCG を受けているかどうかというそれ以前の問題として、国家としての体制というものが整っていません。ブラジルの大統領、ボルソナロ大統領は、この新型コロナウイルスに対して、インフルエンザや風邪と大して変わらないだろうというようなそうした姿勢をとっています。一方で、危機感を持った各地方において、それぞれの街で移動制限などをかけているようなちぐはぐな状態です。ですから感染者数の増加や死者数が多いといった問題と BCG をつなげるには少し難しいような複雑さがあります。これらの例から考えるのは BCG の接種をしていたからそれで全て問題がないといったわけではありません。BCG の株そのものについても実はその効果の差があるのかもしれないということや、そもそも BCG についてはあまり新型コロナウイルスと関係なかったかもしれないということも考える必要があるかもしれません。このようなことから考えていくと BCG の中においても日本株のものだけが得意な効果があったかもしれないという可能性や、もしくは最終的にはやっぱりそういうものは関係なくて日本人の衛生管理が非常に良かったんだよというそういった話に落ち着くのかもしれません。もしも BCG の日本株だけが得意な効果を持っていたとしたらそれは素晴らしいことでかなり運のいいことです。一方でそれすらも本当は関係なかったとすればやはり日本人の一人一人の行動が非常に良かったということにつながるだけに、もう少しだけこの緊急事態宣言下における行動自粛というものを続けて新型コロナウイルスの収束に向かうということが私にとっては非常に良いことだと思っています。皆さんは日本において新型コロナウイルスの感染爆発が起こらなかったというこれまでの経緯や、そして少しずつ収束に向かいつつある傾向にあるということについてどのようなことを思うでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。